右に傾いて戻らない。左や左。さっきからやってる。あかん。あっちゃー。皆さんこんにちは。こんにちは。宇宙ステーションを迎撃できちゃうミサイルも作れるカーバルスペースプログラム2。普通に失敗しとったやろ。でね、今日何作ろうか考えながら X 見てたんだけど、ちょっと前にめちゃ変わった機体画像流れてきたんだよね。誰かさん作る機体全部変わっとるやろ。本当にめちゃ変わった機体だったんだって。ほう。ということで今回は実際に作られたことはなかったんだけど、設計されたイギリスの大型機を作っていきます。調子ろ。で、どんな機体作っていくのか画像を紹介すると、これだね。ほんまやめちゃ変わった機体しとる。みんな見たことないよね。ずんちゃんもない。あれやん、珍兵器シリーズに出てきそうなやつ。後から色々紹介するんだけど、もちろん爆撃機としても設計が進んだ機体にもなるね。爆撃機というかこれ飛べるんか。もちろん今回も一切試作してない。ぶっつけ本番。これは試作せんとあかんやつや。飛ばなかったら飛ばなかったでどこが悪いのか手直しする感じの動画にしようと思って。さすがにこれはほぼ全回収レベルやろ。他に動画ネタ考えてないし作るしかない。実装されてるパーツも少なくて難しいんだけど機体の後ろ側はこんな感じ。前側はとりあえずボディとなる構造を作って後から翼で隠します。作る様子を見ながら人兵器になる恐れもあったこの機体を簡単に紹介していこうかな。その前にこの人だね人。白髪のおじちゃんや。まあカーネル・サンダースのパチモンみたいな人なんだけど。やめとけ。実は軍事に詳しい人なら誰でも知ってるめちゃ有名な兵器を作った人なんだよね。ほんまか。イギリスの航空技術者で航空会社ビッカーズに所属していたバーンズ・ウォリスさん。ビッカーズ。そんな彼が設計した兵器の中で最も有名なのはこれ。なんやこれ。第二次世界大戦中、魚雷防御網で守られたドイツのルール工業地帯の水力発電ダムを破壊するため投入された兵器。重量 4.2 トンある半長爆弾、アップキープ。なんか聞いたことある。高度18メートルで投下、バックスピンがかかったアップキープが水面を水切りするように跳ねて、ダムの壁付近で沈み込んで起爆、破壊するって兵器だね。これを設計した人なんか。さっきも言ったけど、実際に作戦が行われてダムを破壊することに成功してるね。めちゃすごい人やん。他にも、全長 6.4 メートル、重量 5.4 トンあるタール防衛を開発したり、5.4? さらに大きい、全長 7.7 メートル、重量 9.9 トンある超大型爆弾も開発してるね。ちょい待てやたら大きいの大好き男子やん。この人何者やん。銅像も作られてるレベルのすごい人だね。で、さっきから資料で全然見えんあの機体を作ったと。そう、名前はビッカース・スワロー。最初は超音速旅客機として設計された機体になるね。来た超音速旅客機。はい、設計画面では1枚の翼で作れなくて複数枚重ねる方法に変更。あと、ビッカース・スワローの後ろの翼は可変翼になってるんだよね。F14 みたいに速度に応じて翼が後ろに動くやつか。カーバルスペースプログラム2ではそんな構造は作れないから、とりあえずこの角度で固定して飛行します。で、なんでこんな機体作ったん？詳しく書かれてないんだけど、ビッカース社内で超音速航空機プロジェクトが進んでて設計したらしい。まあそんなとこやろな。でね、このウォリスさん、機体を開発する上でどうしても譲れない条件というか信念があったらしい。なんや？さっき出てきたドイツのダム攻撃あったよね。実は、あのダム攻撃で出撃した18機中9機、合計53人が帰還できなかったみたい。超低空で爆弾落とすとかどう考えても犠牲は出そうなミッションやん。それがすごく傷ついちゃったみたいで、その後は絶対にテストパイロットが命を落とさないよう遠隔操縦装置とか開発してたらしい。ほらここにも遠隔装置みたいなのあるでしょ？ちょい待て。何かな？ 100% 墜落しそうな機体形状しとるやん。それは言っちゃダメだって。いやいやそうやろ。どうしてもっと普通の機体形状にしなかったのか。今から機体を完成させて、ちょっと変わったイギリスの読みを暴く。一番変わっとるのは自分や。エンジンのついてる位置も相当変わってるんだけど、可変翼の末端。上下にダブルでついてるんだけど、エンジンは可変翼の角度に合わせて、常にまっすぐ前を向く可動式になっていたのは当然。なんと上下方向にも動いて水力変更できるようになっていたらしい。これはすごい。多分当時としては相当珍しいやろな。まあここで事故率アップだね。事故率やめれ。あと面白い構造としてはコックピット。当然こん
な先が長い構造では離着陸で滑走路がほとんど見えない。ウォリスさんはどう解決しようとしたのか。あれや、遠隔操作系でカメラとかつけたんやろ。なんとコックピットを上に上げて視界確保。これで完璧。絶対事故率アップやん。皆さんこれガチの話ですからね。なんか色々問題ありそうな構造多いで。はい、またおしゃべりしてるうちに機体は一応完成。これ爆弾や。ウォリスさん大きい爆弾好きみたいだから、全長10メートルのものを特別に作っておきました。10メートルって問題があって、爆弾層に翼が入り込んでるんだよね。この特殊な形状の翼がなかなか作れなくて機体にめり込む形になっちゃった。爆弾と接触しとるんか。多分落とせると思うけど試験したことないからわからない。最後に白色に塗装すれば完成。胴体の全長約41メートルのビッグアーススワローできちゃった。そんなんあるん？ゆるふわ軍事チャンネル。ちょっと待って、機体ぽよんぽよんしてるんだけど。草。というかエンジンぶつかっとる。多分滑走中にまっすぐ向くと思うんだよね。とりあえずエンジン始動。何はとボール動かしてみないとわからない。ブレーキ解除、発進。いった。あ、今エンジン壊れたやろ。下側のエンジン燃えました。これあれや、エンジン後ろについとるから重量バランスが後ろすぎるんや。ちょっとまずい。コースアウトする。制御がおかしいというか操縦できない。翼もげとるやん。皆さん見てください。翼なくなればコンコルド。あれもイギリスとかが作った機体やん。ぶっちゃけ今思ったんだけど、これにエンジンつければよくない？しれっと緑くん外に出すな。おっとっと。重量バランスどうしようか考えてるんだけど、ぶつかる。あっちゃー。あれ？機体跳ね返ってバックしとるやん。機体構造自体は問題ないことが分かったね。とりあえずお手軽修正、膠着装置を後ろに移動すれば問題解決。どうや？一応さっきみたいに後ろに倒れるってことはなくなった。でもまだぽよんぽよんしとるで。わかんないけど両端に重いエンジン乗せてるでしょ？その反動を消そうとサスペンションが動いてるみたいなんだけど、吸収しきれてない。まあ動かせば多分安定する。何の根拠もありません。言わんこっちゃない。また下のエンジンもげました。なんか機体の動きがドンキーコングなんだけどズンちゃんには何もできない。また翼もげました。てかどこ走っとるんや。多分東北の大地。滑走路の脇や。ブレーキ。ズンちゃんの辞書にブレーキという言葉はない。突っ込ませたいだけやろ。あれ？飛んどる。皆さん見てください。計算通りです。ちょっとまずい。機種下げる。そういえば胴体の翼には動力はつけてない。だからしれっと緑くん出すな。何を言いたいのかというと、もう何もできません。さっきからエンジンしか動かしとらん。やっぱり根本的に重心がおかしい。ということで一つ4トンある燃料タンクをコックピットの下に乗せる。これで重心を前にやるんか。合計3つ乗せて試験飛行開始。なんか知らんけどぽよんぽよんせんくなっとる。後ろに重心いかないから前輪のサスペンションも動かないんだね。前のサスペンションで跳ねとったんか。滑走開始。ここまで綺麗に動けとるで。前輪がちゃんと路面についてるから安定してる。重心が機体加速にも影響しとるんか。時速 450km。よいしょ。離陸した。よし離陸成功。あれちょっと待って。なんや。何もしてないのに機種上がっちゃう。やっぱり重心が問題あるんか。前にたくさん重り出せたのにそれでも上向いちゃう。翼の先端に重いエンジン乗せとるからな。10機だと多分翼に燃料入れれるからちょうどいい感じになるのかな。カーバルスペースプログラム2やと翼に燃料入れれんのか。燃料は入れれないね。とりあえず高度上げて飛行性能見てみるよ。皆さん重大なことが判明しました。綺麗に飛べとるやん。これね、めちゃくちゃ安定性がいい。ズンちゃんが今まで作ってきたどの機体よりも安定性がいい。それは変な機体しか作っとらんからや。試しに姿勢安定装置だっけ？ SAS 切って手動操縦してるんだけど全く問題ない。ほんまか。これね、ガチですごい。想像以上の安定性。どのくらい飛びやすいか分かりやすく表現すると、ウオーサンダーだとアーケードバトルで普通の爆撃機操縦してる感じ。ゲームやと癖のない大型機操縦しとる感じなんか。全く問題ない。旋回してもスピンする感じもない。森さん見てる？天国で見
とるで。これは天才的な設計だね。多分だけど、カーバルスペースプログラム2で飛ぶ機体飛べない機体が分かってきた気がするんだけど、ゲームでも簡単に飛べる機体は現実でも飛べるんだよね。ちょっと前の紙飛行機型の機体もそうか。予想だと、この機体を紙飛行機とか段ボールで作っても飛ぶと思う。そのくらい問題ない。完璧な設計や。正直絶対飛べないと思ってネタで終わらせようと思ったんだけど、そんなレベルじゃないね。ただ、唯一問題がある。ゲーム仕様の問題かもしれないんだけど、機種が左右にブレ続けるみたいな感じはするね。なんか定規は安定しとるけどゆっくり左右にブレとるな。SAS 入れても出ちゃうんだけど、原因は垂直尾翼がないことにあるかもしれないね。特に旋回した後水平飛行に戻ると出る感じ。とはいえそれで制御不能になることがない。めちゃ安定しとるってことやな。現在の高度 6800m、飛行速度 612km。爆弾装、オーブン。乗せとったの忘れてたわ。全長 10m、直径 1.3m の超大型爆弾。めちゃ翼に干渉して接触しとるやつや。どうなるかはやってみないとわからない。先に試験せえ。爆弾投下。お、まずい。バラバラやん。やっぱり主翼というか翼が機内にめり込んじゃってて爆弾にめちゃ干渉してるんだよね。爆弾切り離したらパーツ同士が接触して崩壊したと。ちなみに出てきた緑色のタンクみたいなのは重りとして乗せたやつ。まあこうなっちゃったら仕方ない。ぶっちゃけ分かっててやっとるやろ。見てほしい。ズンちゃんの安心安全設計によりコックピットは無傷。コックピット以外何もない。内蔵されたリアクションホイールも生きてる。あとは安全に着陸するだけ。無理や。緑くん脱出。また緑くん外に出すな。素人は機内の方がまだ安全と考える。と素人が言っています。ここで心配しないといけないのは緑くんよりも機体の方。なぜなら緑くんよりも機体の方が圧倒的に壊れやすいから。はい、ロードしました。漁師女神様みたいに優しくて JK もちもち可愛いズンちゃん着陸しちゃおうかな。なかったことにすんな。はい、いつの間にかめちゃ飛行しちゃってて3倍速で帰還。正面に滑走路見えてきた。左側に着陸するよ。膠着装置展開。ランディングギア降りるで。よし、今回はちゃんと全部出たね。前一つ点とか変なトラブルあったからな。いろんな姿勢で飛行してみたんだけど機体はめっちゃ良かったね。見た目以上に安定性が高かったと。ほぼ全翼機みたいなデザインなんだけど普通に飛べた。垂直尾翼とかない機体も初めて飛ばしたからな。上空でくるくる縦回転しちゃうのかなって思ったんだけどそれもなかった。あと 18m。こんな感じで低速でも恐ろしいほど安定してる。機体の安定性がここにも現れとると。びっくりするくらい操縦しやすいんだって。いつもは飛ばせば墜落するけど今回は1回もしとらんで。よし、着陸。着陸。はい、無事に帰ってこれたね。離着陸も完璧や。ちょこちょこブレーキしながら停止。機体停止。よし、次は翼を後ろに閉じて高速飛行試験するしかない。可変翼機のもう一つの飛び方試験するんか。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、サクッと作ってみました。ロケットエンジン乗せとるやろ。高高度でマッハ 2.5 出さないとダメだからターボファンエンジンだと出力が弱すぎる。さすがにこの構成で普通のエンジンだと加速できないんだよね。あと爆弾は機外搭載か。さっき投下試験失敗しちゃったから思い切って機外搭載に変更。空気抵抗増えるけどロケットエンジンのパワーでなんとかする。あれ、なんかおるで。あれ、緊急回避。これさっきの機体や。出したままにしちゃった。正面から見ると線にしか見えんで。というか離陸しない。またどこ走っとるんや。このままやと海突っ込むで。ヘリは坂になってるからそこで離陸する。よいしょ。離陸した。ギリギリ離陸成功。ちょっと待って。なんかおかしい。いつもおかしい。右に傾いて戻らない。左や左。さっきからやってる。あかん。あっちゃー。なんで右に傾いたし。はい、設定を見直して再離陸。原因はエンジンの長い胴体のところ燃料タンクで作ってるんだけど左は燃料入ってない設定で右は入ってる設定になってた。自分のミスやん。
そうじゃなくて、設定画面上ではゼロになってたんだけどなぜか入ってた。ちょっと重量ちゃうだけであんな回転してまうんか。というか滑走路終わった。またまたヘリのところで離陸。よいしょ。変な離陸の仕方すんな。今回は想像以上に機動性が悪い。エンジン出力アップ。このまま高度上げていくよ。エンジン出力 100%。機体は一応安定してるね。さっきと同じように飛行は特に問題なしか。問題があるとしたらやっぱり重心。エンジンがさらに後ろに行って重心も後ろに行ってるから何もしないと機種が上がりすぎちゃう。機体のロールは特に問題ない。一応このまま飛行できそうやな。現在の高度 7500m。姿勢安定。順調に飛行中。現在の高度 12000m。音速突破。優しいズンちゃん、海上で音速突破してあげる。昔滑走路で音速突破しとったやろ。まだまだ高度上げてくよ。現在の高度 17000m。はい、コンコルドと同じ高度 17000m に到達。飛行速度はちょっと遅くてマッハ 2.4。十分やな。どうしてかわかんないけど機体がかなりフラフラする。この高度やと大気はかなり薄いで。今回は水力変更の代わりに先っちょにスラスター乗せたんだけど、それでも不安定になっちゃうね。ここんところか。ちなみにスラスター切ると頭下に向けて降下しちゃう。揚力がほとんど発生しとらんのか。はい、めちゃ飛行しちゃったんだけど爆撃任務を続行する。そんなのありません。ターゲット、ドイツ本土という設定ですからね。戦後80数年、今こそウォリスさんのトラウマを消し去るとき、多分新しいトラウマできること始まるで。超大型爆弾、投下。無駄に綺麗に投下きた。投下姿勢は完璧、爆弾の姿勢も完璧。ズンちゃんはもう何も言うことはない。絶対ペラペラ喋り出すで。ほら見て、完璧じゃない？では出てきてもらいましょう。何？お隣のイギリスからお友達としてやってきた緑くん。どこ乗せてんねん。代理機関旅客カプセルとでも命名しておきましょう。これ失敗できんで。ズンちゃんはアイディアの宝庫。犠牲になるのは緑くんや。姿勢安定、脱出準備。落ちる。脱出。緊急脱出した。ちょっと姿勢崩してるけど問題ない。高度 1000m。パラシュート展開。開いた開いた。助長しろでカプセル大爆発やん。あっちにパラシュートつけるの忘れた。でもこっちは成功だね。珍しくうまくいっとる。まもなく着陸。あっ、はーい、無事に着陸できたね。これ他の緑くんやろ。横断記念に旗置いておこうかな。よいしょ。よかったね。ということにしといてあげてください。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、爆撃任務達成。お家に帰るまでの任務ということで帰還しちゃおうかな。なんかどこかで聞いたことがある曲。では聞いてください。日本のシベリア鉄道、東北新幹線。シベリアやめで、帰還までもうちょっとあるから、この機体がどうなったのかもうちょっと紹介しておこうかな。歌とエンジン音で集中できん。ズンちゃんがさらっと調べた限りなんだけど、ビッカーススワローは長距離超音速旅客機として開発されたってのが言ったね。元は旅客機として開発されたと。これがその概念図。ほんまや座席ある。座席を数えると、横4人は5列、横5人並びが16列あって合計100人乗り。100人。コンコルドと同じ座席数なんだよね。そうなんか。コックピットの位置は前にあるんだけど、離着陸の視界確保なのか、やっぱり飛び出るようになってる。ほんまや飛び出る設計がちなんか。座席の配置も普通とは違う。わからない？あれ？これ前後ろ逆や。そう、進行方向は左なんだけど、座席は逆向きになってるんだよね。ほんまか。どういう理由でこうしたのかはわからなかったね。この機体はイギリス軍首相の興味を引き、空軍向けとして超音速偵察機、もしくは爆撃機として設計。当時の爆撃機の後継機として、この機体を当てる構想もされたみたい。後継機案で撮ったんか。1951年には、モックアップが作られ、空洞で試験データを収集。実機を作るのに技術的な問題も解決されたそうなんだけど、翌年1957年には事業停止、プロジェクトはここで止まったみたい。あと一歩やったんか。その後興味を示したのは、もちろんアメリカだねアメリカ。ベタでアメリカ。
さらに翌年1958年になると NATO の相互兵器開発計画のもとアメリカに渡り、特に NASA が興味を示したって書かれてるね。米軍やないんか。アメリカ国防総省はこのスワローについて一切資金を投じることに反対したって書かれてるね。ちょっと意外やな。この間、スワローにカナードをつけたらどうか、胴体をもっと伸ばしたらどうか、エンジン配置も変えたらどうかとか色々構成が出たらしい。なんか色々ダメ出しされとる感じやん。その再配置された機体構想案についてはアメリカ海軍が興味を示したらしいんだけど、結局廃案になって試作機も実現しなかったみたいね。こんな感じ。後ろでは着陸態勢入った。低速飛行には適さない高体格だけど十分安定してる。着陸、タッチダウン。変に跳ねることなく着陸成功。完璧やで。ゆっくりブレーキかけて停止。全部一発成功できちゃった。せっかくだし滑走路にいるもう一機のスワローと合流。ぶつかりそうになったやつやん。こんな感じでいいかな。ということで、1950年代にイギリスで設計されたミッカーススワローを作ってみました。全体的に何もかも完璧やで。間違いなく天才系の人が設計した機体だよね。今から70年前のデザインやからな。ぜひ皆さんもこの機体作って遊んでみてくださいね。他のゲームで作ってどうやったか知っとる人はコメントしてな。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。